ここで注意点は肯定アクセントです。ただいまは今とか今すぐにという意味です。もう一つはただいまです。ただいまは家に帰ってきた時に言う挨拶です。はい、皆さんこんにちは。日本語教師のゆかです。本日の動画は実用日本語です。実用日本語シリーズの動画では日本人同士の自然な会話表現が学べます。今日はホテルにチェックインする時の会話表現を練習しましょう。私のチャンネルでは日本語学習に役立つ様々な動画をご紹介しています。今日の実用日本語シリーズの他に日本語の Vlog で各地の観光地を紹介したり、初級の文法の動画で簡単に文法の解説をしたり、またあれこれラジオシリーズでは日本語でずっといろいろなことを話します。お好きな動画をぜひご覧ください。今日はホテルで撮影したこちらの動画を使って私とホテルのスタッフの方の自然な会話表現をご紹介します。私たちは事前に準備をしていません。YouTube の動画を撮るということはホテルの方に伝えてありますが、具体的に何を話すのかはお互いに知りません。また、わざと簡単な言葉を使ったりもしていません。本当に日常的に日本人が使う会話表現がこの中に含まれています。そのため、最初は難しいと思う人がいるかもしれませんが、大丈夫です。安心してください。今日の動画を最後まで見れば、わかる部分が必ず増えます。聞き取れる部分がどんどん増えていきます。今日の短い時間の間でも自分が成長できるということをぜひ実感してください。それでは早速始めましょう。まずは今日の練習の流れを説明します。最初に字幕がない動画を一度見ます。この時点では何もわからなくても大丈夫です。後でだんだんわかるようになりますからね。まずは全体の流れを把握してください。次に重要な単語10個を提示します。この単語10個に注目してもう一度同じ動画を見ます。その後、私から一つ一つの文法や単語などについて解説をします。そして、日本語の字幕がついた動画を見ます。この時点では会話の全体の内容が理解できるはずです。そして最後に字幕がない動画を見ます。最初に字幕なしの動画を見たとき、全然わからなかった人も、最後に同じように字幕なしの動画を見たときには、わかる部分が必ず増えているはずです。一つや二つ聞き取れる部分があるはずです。自分が成長できるということをぜひ実感してください。もし最後まで聞いて、やっぱりわからないと思ったら、ぜひ今日のこの動画を繰り返し見てみてください。何度も聞いて、何度も自分で口に出して練習してみれば、だんだん慣れていきますからね。それでは早速始めましょう。まずは字幕なしの動画を見ます。ホテルの受付で私はチェックインの手続きをしています。この動画の前の段階で私はすでに名前と住所、電話番号を書いて相手に提示しました。そしてその後、朝食と夕食についてスタッフの方から説明をされます。朝食と夕食の場所、そして時間に関する会話です。では一度動画を見てみましょう。どうぞ。最後にお食事会場でございます。場所が新本館の1階、お客様の右手まっすぐ進んでいただきますと突き当たりにレストランがございます。朝食、夕食ともにビュッフェ形式でのご用意となっておりまして、お時間が事前のご予約制でございます。よろしければ空いているお時間からではございますが、こちらご夕食のお時間からご選択をお願いいたします。これってこの会場に入る時間ですね。出る時間は特に制限はないですか？お入りいただいてから90分制で90分で分かりました。そしたらじゃあこの5時半
お時間でお願いします。はい。ご朝食のお時間もこちらの枠、もしくは飛んでこちらからの枠でございます。ここでお願ありがとうごいします。ざいます。ただいまお食事のチケットをお渡しさせていただきます。はい、いかがでしたか？今の時点で全くわからなくても問題ありませんからね。後でわかるようになっていきます。それでは単語を10個提示します。こちらです。1階、右手、突き当たり、朝食、夕食、ご予約制、入る、制限、90分、チケット。はい。それではこのキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。どうぞ。最後にお食事会場でございます。場所が新本館の1階、お客様の右手まっすぐ進んでいただきますと突き当たりにレストランございます。朝食、夕食ともにビュッフェ形式でのご用意となっておりまして、はいお時間が事前のご予約制でございます。はい。よろしければ空いているお時間からではございますが、こいちらご夕食のお時間からご選択をお願いいたします。これってこの会場に入る時間ですね。出る時間は特に制限はないですおか？入りいただいてから90分制で90ございます。分で分かりました。そしたらじゃあこの5時半の時間でお願いします。はい。ご朝食のお時間もこちらの枠、もしくは飛んでこちらからの枠でございます。ここでお願ありがとうごいします。ざいます。ただいまお食事のチケットをお渡しさせていただきます。はい、いかがでしたか？何か聞き取れた単語がありましたか？では続いて重要な部分について解説をします。今私はホテルでチェックインの手続きをいろいろと済ませて、そして最後にスタッフの方が朝食と夕食の説明をしてくれます。そのような場面です。まずスタッフの方がこのように言いました。最後にお食事会場でございます。最後にお食事会場でございます。場所が今この前にすでにいろいろと説明をしてきて、これは説明の最後の部分だということで、最後にと言いました。最後にお食事会場でございます。最後にお食事会場でございます。場所が最後のでございますはとても丁寧な言い方です。意味はですと同じ。でございますイコールです。最後にお食事会場でございます。最後にお食事会場でございます。場所がでございますを使った例としては、例えばこのようなものがあります。チェックアウトは午前11時でございます。朝食会場は本館の1階でございます。このようにでございますはですと同じように使います。最後にお食事会場でございます。最後にお食事会場でございます。場所が続いて具体的な場所を言いました。場所が新本館の1階。最後にお食事会場でございます。場所が新本館の1階、お客様の建物のこの階層を表す言い方は1階、2階、3階、4階、5階、6階、7階、8階、または8階、9階、10階です。この食事会場は1階にありますね。場所が新本館の1階。最後にお食事会場でございます。場所が新本館の1階、お客様の続いてその食事をとる場所までどうやって行くのか教えてくれました。お客様の右手、まっすぐ進んでいただきますと、突き当たりにレストランがございます。お客様の右手まっすぐ進んでいただきますと突き当たりにレストランがございます。右手、左手というのは、その本人が向いている方向とか進んでいる方向に対して右側、左側という意味で使います。例えば今だったら私はホテルの受付のカウンターに向かって立っています。その私が立っているその方向から見て右手がある方向。この方向のことを右手と言います。お客様の右手、
まっすぐ進んでいただきますと、突き当たりにレストランがございます。お客様の右手まっすぐ進んでいただきますと、突き当たりにレストランがございます。続いて後半の部分。まっすぐ進んでいただきますと、突き当たりにレストランがございます。お客様の右手まっすぐ進んでいただきますと、突き当たりにレストランがございます。この中にも道案内でよく使う表現が含まれています。まっすぐ進む、突き当たり、この2つです。これ以外にも右に曲がる、左に曲がるというような表現もよく使われます。ちなみに突き当たりというのは進んでもうこれ以上行けない最後のところです。それを突き当たりと言います。お客様の右手まっすぐ進んでいただきますと、突き当たりにレストランがございます。お客様の右手、まっすぐ進んでいただきますと、突き当たりにレストランがございます。お客様の右手まっすぐ進んでいただきますと、突き当たりにレストランがございます。続いて、敬語の部分を紹介します。まっすぐ進んでいただきます。手いただきますという形。これは動詞の手形プラスいただきますの形で、謙譲の表現です。意味は手もらうと同じです。いただくはもらうのより丁寧な言い方です。これは敬語の一種です。お客様の右手まっすぐ進んでいただきますと、突き当たりにレストランがございます。そしてもう一つが最後のございますという部分です。突き当たりにレストランがございます。ございますはありますと同じ意味です。なので、突き当たりにレストランがございますイコール突き当たりにレストランがあります。ございますを使った例文はこちらです。1階に売店がございます。お部屋の中に冷蔵庫がございます。これはすべてありますという意味です。お客様の右手まっすぐ進んでいただきますと、突き当たりにレストランがございます。注意してほしいのは、最初のでございますと違うということです。でございますはですと同じ意味です。でも今紹介した最後のレストランがございますがございますはがありますと同じ意味です。ちょっと似ていますのでね、注意してください。お客様の右手、まっすぐ進んでいただきますと、突き当たりにレストランがございます。お客様の右手まっすぐ進んでいただきますと、突き当たりにレストランがございます。そして引き続き時間に関する紹介をしてくれました。朝食、夕食ともにビュッフェ形式でのご用意となっておりまして、お時間が事前のご予約制でございます。朝食、夕食ともにビュッフェ形式でのご用意となっておりまして、はい、お時間が事前のご予約制でございます。はい。まずは前半の部分。朝食、夕食ともにという部分に注目してください。A、B ともにという形はよく使われます。これは A と B は同じ状態だということ。他の言い方だと A も B もと言えます。なので、朝食、夕食ともにビュッフェ形式イコール朝食も夕食もビュッフェ形式。朝食、夕食ともにビュッフェ形式でのご用意となっておりまして、はい、お時間が事前のご予約制でございます。この A、B ともにという形を使った例文はこちらです。土曜日、日曜日ともに満室です。和室、洋室ともにご用意しております。これは A も B も両方ともという意味です。朝食、夕食ともにビュッフェ形式でのご用意となっておりまして、はい、お時間が事前のご予約制でございます。続いて、ご用意となっておりますの部分に注目してください。となっておりますは、になっていますをより丁寧に表した表現です。本来はこのになるというのは変化を表しますよね。例えば、今3歳の子供がいたとしたら、来年4歳になるとか、季節が変わることを表現して、
春から夏になるとか、あとは形容詞でも使えますね。暑くなる、寒くなる、大きくなる、綺麗になるとか、このように変化を表すときになると使うんですが、最近では接客の場面でもになりますと言います。ここでの意味はですとほとんど同じです。つまり、ビュッフェ形式になっていますイコールビュッフェ形式ですと同じ。なので皆さんがこの接客の場面でになっています、になります、またはになっておりますと聞いたら、それは単純にですと同じだと理解して OK です。朝食、夕食ともにビュッフェ形式でのご用意となっておりまして、お時間が事前のご予約制でございます。朝食、夕食ともにビュッフェ形式でのご用意となっておりまして、はい、お時間が事前のご予約制でございます。はい。このように館内の設備とかルールなどについて説明をする場面でよくになっております、になっていますと言います。他の例は例えばこちらです。館内は全室禁煙となっております。チェックアウトは午前11時となっております。なっておりますを使わないならこのように言い換えられます。館内は全室禁煙です。または、館内は全室禁煙でございます。チェックアウトは午前11時です。または、チェックアウトは午前11時でございます。このように、ですとかでございますに言い換えることができます。朝食、夕食ともにビュッフェ形式でのご用意となっておりまして、はい、お時間が事前のご予約制でございます。はい。そして後半の部分、事前のご予約制。これはホテル以外に普通のレストランでもよく見られます。つまり当日直接行って食事をとることはできなくて、必ず事前に予約をするというルールが設けられています。そのような時に事前の予約制と言います。今回は丁寧さを表すごが前についていますね。事前のご予約制。朝食、夕食ともにビュッフェ形式でのご用意となっておりまして、はい、お時間が事前のご予約制でございます。はい。そして一番最後のでございます。これはですと同じ意味です。ご予約制でございますイコールご予約制です。そして今回のスタッフの方の話の中には、丁寧さを表すおとごがたくさん含まれていますね。この後にもたくさん出てきます。今回出てくる中で紹介すると、ご用意、お時間、ご予約制、お食事会場、ご夕食、ご洗濯。このように、あるものにはお、あるものにはごが付けられます。基本的なルールとしては、和語にはおをつけます。そして漢語由来のものはごをつけます。そしてカタカナにはつけないという基本のルールがあります。なので今回の場合だとごをつけているのは用意、予約制、夕食、洗濯。これはごをつけます。そしておは時間、食事会場です。このように普段の会話の中でもお、ごというのはとてもたくさん使われます。ぜひ皆さんもちょっと注目してみてください。朝食、夕食ともにビュッフェ形式でのご用意となっておりまして、はい、お時間が事前のご予約制でございます。はい。そして続いてスタッフの方がタブレットを私に見せながらこのように言いました。よろしければ空いているお時間からではございますが、こちらご夕食のお時間からご洗濯をお願いいたします。よろしければ空いているお時間からではございますが、こちらご夕食のお時間からご洗濯をお願いいたします。まずは最初のよろしければという表現。これは良ければのより丁寧な言い方です。もし問題がなければ、あなたの都合が良ければという意味で使われます。よろしければを使った例は例えばこちらです。よろしければこちらにお名前をご記入ください。
よろしければお時間をお選びください。よろしければお荷物をお預かりいたします。このように相手がいいと思うならとか相手の都合が良ければという意味で使います。よろしければ空いているお時間からではございますが、こちらご夕食のお時間からご選択をお願いいたします。よろしければ空いているお時間からではございますが、こちらご夕食のお時間からご選択をお願いいたします。続いて、ではございますがに注目してください。これはではありますがをさらに丁寧にした表現です。相手にとって不便だったり希望通りではなかったりすることについて伝えるときに使います。よろしければ空いているお時間からではございますが、こちらご夕食のお時間からご選択をお願いいたします。よろしければ空いているお時間からではございますが、こちらご夕食のお時間からご選択をお願いいたします。今回の場合だったら、私は時間を選択することができますが、それは今まだ空いている時間の中からです。なので、それは私にとって 100% 希望通りではないかもしれません。そのことを考慮して、スタッフの方はこのように言いました。よろしければ、空いているお時間からではございますが、こちら、ご夕食のお時間からご選択をお願いいたします。よろしければ空いているお時間からではございますが、こちらご夕食のお時間からご選択をお願いいたします。ではございますがを使った例はこちらです。空いているお時間からではございますがお選びください。少し離れたお部屋ではございますがご用意できます。数に限りはございますが無料でお渡ししております。このように相手にとってちょっと不便かもしれない、希望通りじゃないかもしれないという心配があるときに、ではございますがと言います。よろしければ空いているお時間からではございますが、こちらご夕食のお時間からご選択をお願いいたします。それから最後のお願いいたしますという部分。これはお願いしますをさらに丁寧に言った表現です。ご選択をお願いいたしますイコール選択をお願いします。このお願いしますの前には名詞を入れます。名詞をお願いしますの形が基本です。例えば、ご選択をお願いします。ご着席をお願いします。確認をお願いします。このように名詞をお願いしますという形が基本です。では、前に動詞を入れたい場合はどうするか。動詞の場合は、てくださいという形が使われます。例えば、選んでください。選択してください。座ってください。確認してください。このように動詞の定型プラスくださいという形で相手にお願いをします。相手に要求をします。今回は選択という名詞を前に置いてご選択をお願いいたしますと言いました。よろしければ空いているお時間からではございますが、こちらご夕食のお時間からご選択をお願いいたします。そしてここで私が時間について質問をしました。これってこの会場に入る時間ですね。これってこの会場に入る時間ですね。まずは最初のてという部分に注目してください。小さいつと大きいてを組み合わせた表現です。これは会話でよく使われる比較的カジュアルな表現で、意味ははというのはと同じです。何か話題を取り上げたり、意味を説明したりするときに、てと言います。この小さいつとてを組み合わせた表現の例はこちらです。朝食券ってどこで渡せばいいですか？チェックアウトって何時ですか？今回は、これってと言いました。つまり、これはと同じです。これって、この会場に入る時間ですね。
これってこの会場に入る時間ですね。出る時間それから私の発言の最後の部分、ですねにも注目してください。このようにですねと語尾を上げると、これは相手に確認をする意味になります。これってこの会場に入る時間ですね。これってこの会場に入る時間ですね。出る時間続いてスタッフの方がこのように言いました。さようでございます。これってこの会場に入る時間ですね。出る時間は特にさようでございますはとても丁寧な表現で、そうですと同じ意味です。特に何かやり取りをしていて、相手の言ったことが全くその通りであると言いたいときに使います。さようでございます。これってこの会場に入る時間ですね。出る時間は特に続いて私はこのように言いました。出る時間は特に制限はないですか？出る時間は特に制限はないですか？ここでの出るの意味は、食事を終えてこの会場を出るという意味です。出る時間は特に制限はないですか？出る時間は特に制限はないですか？続いてスタッフの方がこのように答えました。お入りいただいてから90分制でございます。出る時間は特に制限はないですか？お入りいただいてから90分制で90分でわかりました。まずは、お入りいただいてからというこの部分に注目してください。ここでは、お何々いただくという敬語の形が使われています。いただくは、もらうの謙譲の表現です。お入りいただくイコール、入ってもらうです。お入りいただいてから90分制でございます。出る時間は特に制限はないですか？お入りいただいてから90分制で90分でわかりました。続いて、90分制にも注目してください。これは飲食店とかサービスを提供するような場所でよく使われます。その利用できる時間が決まっている仕組みとかルールを表すときに使います。90分制ということは、90分間食べたり飲んだりすることができるという意味です。他にも例えばこのように使います。飲み放題は90分制です。ランチビュッフェは60分制となっております。貸切風呂は1時間制です。このようにある施設、ある飲食店などの利用時間が決まっているときに何々制と言います。お入りいただいてから90分制でございます。出る時間は特に制限はないですか？お入りいただいてから90分制で90分でわかりました。そして私はこのように答えました。90分でわかりました。出る時間は特に制限はないですか？お入りいただいてから90分制で90分でわかりました。そして私は時間を選択しました。そしたら、じゃあこの5時半の時間でお願いします。そしたら、じゃあこの5時半の時間でお願いします。はい。最初のそしたらというのは会話でよく使われる言い方で、そうしたらを短くした表現です。ちょっとカジュアルな印象を受ける表現です。今この前の段階でいろいろと説明を受けて状況を判断して自分の次の行動を決めるときによく使われます。他の表現なら例えばそれでは、ではがよく使われます。そしたら、じゃあこの5時半の時間でお願いします。そしたら、じゃあこの5時半の時間でお願いします。はい。続いて、何々半の使い方も確認しましょう。5時半は5時30分と同じ意味です。半というのは半分という意味です。例えば、1時間半なら1時間と30分ということ。1日半なら1日プラス半日。1年半なら1年と6ヶ月ということです。そしたら、じゃあこの5時半の時間でお願いします。
そしたら、じゃあ、この5時半の時間でお願いします。はい。続いてスタッフの方がこのように言いました。ご朝食のお時間もこちらの枠もしくは飛んでこちらからの枠でございます。ご朝食のお時間もこちらの枠、もしくは飛んでこちらからの枠でございます。枠というのは人数、時間、数量などを区切った範囲のことです。それを枠と言います。今回の場合だったら、朝食と夕食を利用できる人数と時間にそれぞれ設定があって、そのことを枠と呼んでいます。ご朝食のお時間もこちらの枠もしくは飛んでこちらからの枠でございます。ご朝食のお時間もこちらの枠、もしくは飛んでこちらからの枠でございます。他には例えばこのように使います。7時からの予約枠が空いています。応募枠がすべて埋まりました。選べる時間の枠は3つあります。このように予約や募集などの時に使われる表現で、その時間とか人数とかの区切りの範囲を表します。ご朝食のお時間もこちらの枠、もしくは飛んでこちらからの枠でございます。続いて真ん中の部分のもしくはに注目してください。もしくははあるいはまたはと同じ意味です。特に2つ以上の選択肢を表すときに使います。例えばこのように、朝食は和食もしくは洋食からお選びください。現金もしくはクレジットカードでお支払いいただけます。このように2つ以上の選択肢があるときに A もしくは B と言います。ご朝食のお時間もこちらの枠もしくは飛んでこちらからの枠でございます。ご朝食のお時間もこちらの枠、もしくは飛んでこちらからの枠でございます。続いて飛んでという表現も見てみましょう。ここでの飛んでというのは鳥が空を飛ぶとか飛行機が飛ぶとかそういう意味ではありません。時間とか番号が連続していなくて途中の部分を省いてその次の選択肢に移るときに飛んでと言います。今回だったらこの時間で選択できる部分が上段の部分は連続してるんですが、間の部分はもう埋まっています。選択できません。なので、飛んで、さらにその後の時間という意味になります。ご朝食のお時間もこちらの枠、もしくは飛んでこちらからの枠でございます。ご朝食のお時間もこちらの枠、もしくは飛んでこちらからの枠でございます。それから今回の最後の部分でございます。これはですと同じ意味です。ご朝食のお時間もこちらの枠もしくは飛んでこちらからの枠でございます。ご朝食のお時間もこちらの枠、もしくは飛んでこちらからの枠でございます。そして最後に私は選びましたので、ここでお願いしますと言いました。ここでお願いします。ありがとうございます。ただいまお食事のチケットをお渡しさせていただきます。そして最後にスタッフの方がこのように言いました。ありがとうございます。ただいまお食事のチケットをお渡しさせていただきます。ここでお願いします。ただいまお食事のチケットをお渡しさせていただきます。ただいまというのは今とか今すぐにという意味です。ありがとうございます。ただいまお食事のチケットをお渡しさせていただきます。ここでお願いします。ただいまお食事のチケットをお渡しさせていただきます。他にもこのように使います。ただいま確認いたします。ただいまチケットをご用意いたします。ただいま担当者をお呼びいたします。このように比較的フォーマルな印象で話をするときにただいまと言います。ここで注意点は肯定アクセントです。ただいまは今とか今すぐにという意味です。もう一つはただいまです。ただいまは家に帰ってきた時に言う挨拶です。なので、
ただいまとただいまは別々の意味になるので注意してください。ここではただいまです。ただいまお食事のチケットをお渡しさせていただきます。ここでお願いします。ただいまお食事のチケットをお渡しさせていただきます。はい。それから最後の部分、お渡しさせていただきます。させていただきますというのは非常に丁寧な敬語の表現です。これは自分が何かをすることについて相手の許可とか了承が必要な場面で使われる謙譲の表現です。ただいまお食事のチケットをお渡しさせていただきます。ここでお願いします。ただいまお食事のチケットをお渡しさせていただきます。はい。他にも例えばこのように使います。ご予約内容を確認させていただきます。パスポートを確認させていただきます。このように相手の許可・了承が必要な場面で自分が何かをするときに何々させていただきますと言います。ありがとうございます。ただいまお食事のチケットをお渡しさせていただきます。ここでお願いします。ただいまお食事のチケットをお渡しさせていただきます。はい。それから今回はチケットという表現が出てきますね。この部分は他の宿泊施設だと朝食券、夕食券という場合もあります。これはその場に応じていろいろな表現があります。まあでも渡されるものは大体同じですね。紙とかカードでできていて、それと引き換えに食事ができるというものです。ここでお願いします。ただいまお食事のチケットをお渡しさせていただきます。はい。はい。それでは全体を確認してみましょう。日本語の字幕がついた動画を見ます。今一つ一つの表現について確認をしたので、全体を見たときに会話の流れや内容がわかるはずです。では、挑戦してみましょう。どうぞ。最後にお食事会場でございます。場所が新本館の1階、お客様の右手まっすぐ進んでいただきますと突き当たりにレストランございます。朝食夕食ともにビュッフェ形式でのご用意となっておりまして、はい、お時間が事前のご予約制でございます。はい。もしければ空いているお時間からではございますが、はい、こちらご夕食のお時間からご選択をお願いいたします。これってこの会場に入る時間ですね。出る時間は特に制限はないですか？お入りいただいてから90分制でございます。90分で分かりました。はい、そしたらじゃあこの5時半の時間でお願いします。はい。ご朝食のお時間もこちらの枠、もしくは飛んでこちらからの枠でございます。ここでお願いします。ただいまお食事のチケットをお渡しさせていただきます。はい。はい、いかがでしたか？では最後に字幕がない動画を見てみましょう。今日最初の時点では何もわからなかった人も今ならわかる部分が増えているはずです。自分が成長したということをぜひ実感してほしいです。ではやってみましょう。どうぞ。最後にお食事会場でございます。場所が新本館の1階、お客様の右手まっすぐ進んでいただきますと突き当たりにレストランございます。朝食夕食ともにビュッフェ形式でのご用意となっておりまして、はい、お時間が事前のご予約制でございます。はい。もしければ空いているお時間からではございますが、はい、こちらご夕食のお時間からご選択をお願いいたします。これってこの会場に入る時間ですね。出る時間は特に制限はないですか？お入りいただいてから90分制で90分で分かりました。はい、そしたらじゃあこの5時半の時間でお願いします。はい。ご朝食のお時間もこちらの枠、もしくは飛んでこちらからの枠でございます。ここでお願いします。ただいまお食事のチケットをお渡しさせていただきます。はい。はい、いかがでしたか？ぜひ今日の動画を参考にして日本の旅行をもっと楽しんでください。それでは本日の動画はここまでで終わります。また次の回でお会いしましょう。バイバイ。